皆さんこんばんは、テレスドンです。ひまわりです。今日は天使の翼を塗ります。始まり始まり。さて、これがベースカラーです。スタートですでに明るい色だね、かなりね。これを薄めて、ジャバジャバジャバーってやってますね。シェード的な感じですね。なんか青というかネズミ色に対して紫系だね。そうね。確かにベースに使った色と比べるとちょっとずれてるような印象を受けるかもしれないけども、どうも白い羽の影のイメージで、なんかこういうイメージなもんで、自分の中では。でもうハイライト入れ出しました。これはなんか羽っぽくシャッシャッシャッと線を何本も引き続けるっていうやり方をとってますね。で、ちょっとやってみたのが、明るさは同じなんだけど、色味が違う色を何回も塗ったんで、わかるかな。普通ならだんだん明るい色になるけど、まあ極端な話、ピンクやら黄色やらを塗ってるってこと？そう。まあ極端な話だが、まさしくピンクとか黄色。ピンク、黄色、オレンジ出てくる。オレンジじゃなかったかな。その辺で明度は同じにして、色素を変えたのを使って、なんかこう日の光が当たってるようなイメージにしたくて、やってみた。ちょっと最近ね、私もね、その単純に明るくするんでなくて、まあ暗い色もそうだけど、なんか急に変な色使ってみたりしたら、なんか深みが出るなーっていうのが気がついてきた。古くはね、ガメラの腹でやってたんだよな。以前ね。それは暗い色だったけどね。それも明度は揃えて、色バラバラでちょっとドライブラシ気味に塗るっていうのをやったことがある。それが見れるそうなので交互期待。どこで見れるの？羽のやつが今から見れるんでしょ、それが。ああ、そうそうそう。ちょっとお知らせをするか。何のいいリアクションだ。なんかあった？今日今喋ってるのが7月13日なんだけども、25年の、夏のワンフェスでね、ボイラーさんがブース出すんだけども、そこで、弾丸から、通信コードのブースとして出すのかな。そこでなんとその塗料を使った作例として、私の昔塗った吉さんのアヌビスを展示してもらうことになったんで、まあ多分みんな知ってると思うけどツイートしたからぜひ貴重な現物を見れる機会なんで、現地行く方はぜひ立ち寄ってください。ボイラーさんのブースに。そうだね、企業ブース。これちゃんと造形の吉さん本人にも言ってありますね。許可していただいて。この作業が続くな。
ひたすらこれだよね。そう、ひたすらこれ。筆の動きがずっとこれで、色が変わってくっていう、ただそれだけ。あと20何分続くの。これ結構ね、楽しかったよ。ああ、こういう細い線いっぱいっていうの面白い。面白い。で、これさ、なんだろう。他の部分はさ、まあ、例えば鎧とか、その、悪魔の羽の方とか、なんていうの、結構デコボコしてるっていうかさ、この天使の羽だけ、なんか板が何枚もあるみたいな感じなんだよ。だから、ここ、頑張ってやらないと、この天使の羽部分だけ、ものすごく情報薄いっていう状態になっちゃうんだよね。見えつけにくいっていうかさ。出ました。そうそう、これ緑だね。全部ね、AK のパステルカラーっていうカテゴリーの、すごい明るい色。これは入手しやすいの？俺はね、前、ボイラーさんにセットあったけど、今あんのかな？単品で買えるのよ、ボイラー。単品でも買えるけどね、このパステルカラーはね、まとめて絶対いいと思うんだよね。これ貼ってる。ずっと貼り続けてる。そこから行った人いるのかどうかわかんないけど。別にアフィリエイトとかやってるわけじゃない。本当ただ単純に貼ってるだけなんで。在庫あるかどうかわかんないけどね、ホームページにね。いや、変わってないんじゃない？多分。そうか。まあ。ボイラーさんのホームページは別に変わってないな。もう結構羽っぽさ出てきたでしょ。いい感じだね。この前さ、カラスの死骸見たんだよな。外でな。しかも2日連続で見たんだよな。それもね、かなーと思ってんだけど、っていうのはね、外傷がないって言えばいいのかな。突然、なんつうの、時間停止光線みたいなの当てられて、パタって落ちたみたいな。いや、彼ら黒いでしょ。光、そう、暑さで。で、札幌暑かったじゃん。ここ何日か超涼しいけど。ここ何日間だって乾燥してるでしょ。50何パーとか40何パーとか。乾燥して最高気温25度とか。最高だよね。最高だ。今来ない。でも多分もう明日からもうダメだ。多分もうまた最高32度とかになった。羽つながりでカラスを思い出したからね。そう。この羽見てたら思い出した。そういえば何日か前に言ってたな。時間停止光線って何なんだっていう話だけど。何なのか分かんないけど、意味は分かる。本当はもっといい例えあるんだけどね。伝わる人が限定されるんだよね。バルトン星人がイデタインとか嵐隊に浴びせた光線があるんだけど、それ食らったらそのまま止まっちゃうんだよ。それみたいな感じだな。その光線あんのかな？調べれば出てくるかもしれない。光線だったかどうかもちょっと忘れたけど、なんか停止させられるシーンがあるんだよ。おい、どういうことだよ。最初に戻ったみたいになってるじゃねえかよ。いや、裏側から。そう。大きいから塗りやすいっちゃ塗りやすいけどね。情報量を増やしやすいといえば増やしやすいけども、大変だ。
最近なんとかミニっていうさ、オンラインショップみたいなのができたじゃない。西が扱ってる。今あそこフォロワー何人いるんだろう。いや、今までどの店も扱ってなかったようなもの扱ってて面白いなと思ったんだけど、最初フォロワーなんか100人ぐらいしかいなくて、今113人か。いや、つまりそのパックミニーズっていうのかな。つまりこの日本に需要これしかないんだっていうのが可視化されたのがちょっとがっくりきたっていうかさ、113人しかいねえんだと思って。なんか目に入ってないんじゃないの？なんかちょっとそんな感じあるね。そもそもこれ流れてないのかなっていう感がちょっとあるけどね。曜日も関係はしてるかもしれないけど、そのパックミニーズさんつぶやいたやつのなんかアナティックああ、インプレッションが低い。そうだ、そうだ。まあその可能性もあるかもしれん。うん。これやっちまったな。うん。しょうがない。これあれだよね、結構太い筆でやってるけど、うん。いい細い線が来てる。うん。そうそう。これアーティスオーパスじゃなかったかな。うん。うん。つい最近さ、テレスオンのツイッターのリップにさ、水でやってるのかメディウムでやってるのか教えてくださいっていう方いたじゃん。ちなみにこれは水です。次回の次回の違う作品の動画からは、メディウム使ってるやつはメディウムも載せるようにしてる。うん。ただね、一応補足っていうかね、ほぼ水。うん。あ、返したけど、それは今後分かるようにしますみたいな返し方をした。教えてくれなかった。いや、うん、そうだね。それは教えてあげなかった。冷たー。優しくないわ、これ。これも水だよ、今も。見ててリプした方本当申し訳ないです。この冷たい人間で水だそうです。すいません。ちょっと見てくれてる。
色変わった。これはね、わかりにくいけど、ブルー系だな。やっぱりなんか同じなんとか度あ、明度。だから劇的になんかすごい変わった感じには見えない。そうそう。なんかよく見ればいろんな色が入ってるような気もするけど、なんていうのかな。言われなきゃわかんない。それが大事じゃないなんていうかほら、手抜いたらわかるけど、手抜かない、真面目にやるとそれが伝わらないみたいなのあるじゃん。わかるかな、これ。わかんないか。実際のとここれほとんど見えないんだよな、ここね。なんていうか、内側に当たるんだよ、これ。だからもしかしたら実はここまで明るい色入れなくてよかったのかもしれないんだけど、そうなるとなんかのっぺりしちゃうからやってみたんだけどもね。入れたけど、まあいいやみたいな感じでやってんだ、これだ。気づかないレベルで。おお、なかなかいい眺めだな。口ポカーンって開けて普通にただ動画見てた。確かにね、次のワンフェスでね販売されると思うんだけど、お、ピンクだ。エヴァンゲリオンのさ、カオルくんがでっかい天使の翼みたいなの生えてるやつあるんだから、すごいいいんだよな、あれ。塗るの大変そうだけど興味なさそう見てないからね。そう。あんまり知らない。どうなるんだろうね。何が？いや、前回の2月のやつはさ、入場が大変だったみたいじゃん。で今回はまた暑い中さ、どうなっちゃうんだろうね。空調はちゃんとやりますっていうのは見た。ああ、なんか言ってた。いや、ぶっ倒れるぞ。続出するんだな。事件だよ、事件。しかしずーっとこれだな。いや、つまんない動画だね。分かっちゃいたいけど。せめてなんか喋りで面白くすればいいのに、喋ることないしね。お、来ました。これ何をしたかというと、この2色を混ぜてエアブラシで影をつけました。で、その過程は撮ってないので料理番組みたいになっちゃったけど、
使ったのはいわゆる、シタデルでいうコントラストカラーに該当するやつです。これもボイラーさんで買えます。買えます。あれ全色買ったよね。全色買った。あんまり使ってんの見たことないけど。いや、ただね、たまにこういう絶妙な仕事するんだわ。この今影入ってるでしょ、上の方見たらさ。そうね、うん確かに。これが普通の色だと普通に塗りつぶしちゃう、隠蔽しちゃうし。うん。で、シェードだとちょっと暗すぎる。うん。でこれはもうほぼ最終かな、ハイライト。これはもう白、ただの。うん、で、これ、エアブラシで影入れたんだけども、例えば以前のゴジラの、炎の照り返しも、同じ塗料を使ってる。うん。それもやっぱ普通に赤使うと隠蔽しきっちゃうし、シェードだと暗いっていうのがあって、結構重宝するんだよな。エアブラシでやったけども、メディウムで薄めて筆で塗っても多分いけたかなと思う。エアブラシを使いこなせたらもう怖いものないよね。いや、で、これがね、これカメレオンカラー変更塗料ですね。でこれ、実は、鎧塗った時にも最後に使ってたんだけど、なんだろう、日光が当たったみたいな色の変化を見込めるんだよね。うん。で、それ、いや、変更塗料だから、つまり見る角度で色が変わるから、うん。で、なんだろう。上方向から当たってる手にしたかったから、エアブラシでその方向からさーっと拭いてみました。これも言われないと分かんないよな、現物見ても。うん。これでこの上にトップコートしちゃうけど、それもそがれないの？まあ、多少は失われるっていうか、だけど、ちょっとは残るっていうか、なんていうの、なんていうの、これ前も言ったら、カレーにコーヒー入れるみたいな。隠し味。まあそんなこんなで単調なというかもうお付き合いしていただいてありがとうございます。次回でこのエンジェルは終了ですね。まあ今回はあれだね、最後の最後で見どころあったみたいな変わった塗料を使ってみたけど、それまでは単調でした。これもなんか光しらってて全く分かんないですね。全くわからん。これもなんか改善されるのかい、その。できると思うんだけど、とりあえずカメラガクガクガクってなったのが実は改善されて、吹いてるのか、ただちゃんとなんかただ見てるだけなのかもわからない。わかんないね。これ吹いてる。お、そうか。次でおしまいだ。長いようで短かった。何ヶ月にわたってんのって話だけどね。じゃあぜひ皆さんワンフェス会場でアヌビス見てください。テレスノンでした。ひまわりでした。またねー。